都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。音橋もバイトが始まってから1ヶ月、そろそろ慣れてきた？そうですね、いろんな方とお話できるのですごい楽しいです。ちょっと第一印象とか改めて聞いちゃってもいいですか？マスターは最初心がない人なのかなって心がない人思ったんですけど、でも一緒にお買い物行ったりとかして、アケコン買いに行ったりとかするうちにちょっと仲良くなれた気がしています。よかったです。はい、そう言っていただけて。温かい人間なんだなというのを知ることができました。一応人間ですね。はい。大ロマさんはオーラがアクリル板越しからも伝わっています。でもそれっていいことだよね。いいことです。そして優しいですね。優しいですね。そっち先に言えばよかったね。よかった。まあ嬉しいですよ。はい、楽しいです。はい。いやところでですね、今日見てくださいあれ。いつもと感じ違いますね。ちょっとね工事してっていうのも今日ね特別なお客様が来るんですよ。どうぞ。これはもしかして話題の格ゲーマーアイドルユニットラウンド5の皆さんじゃないですか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今夜は格ゲーマーユニットラウンド5がご来店。 DJ ラップを担当する川野選手。トパンがチャンピオンシップをはじめ今年数々のタイトルを手にしている実力者です。丈太郎選手、ユニットではダンスとラップを担当。メンバーでは唯一の鉄拳プロプレイヤーです。そして3人のダンスボーカルの1人ナウマン選手。エボジャパン2020で優勝するなど若手世代を牽引するプレイヤーの1人です。2人目のダンスボーカル水葉選手。冷静な分析力を武器に大会シーンで活躍を続けている若手プロゲーマーです。ダンスボーカル担当最後はモケ選手。エボ2017をはじめさまざまな大会で入賞を果たすなど注目の若手プレイヤーです。そもそもまずラウンド5は、格闘ゲーム企画イベント団体トパンガ代表トヨタさんの呼びかけによって発足しましたね。これどんな感じで皆さんが誘われたのかってところちょっと聞いていきたいんですけど。本当にそのままですよね。アイドルをやらないかと急に電話が来て、何言ってんだこいつと率直な感想ですよね。だとびっくりするよね。それで何回も声をかけられて真剣なんだなと思って。多分断ってるんですよ結構最初。トヨタさんへの熱意、格ゲー業界への思いや熱意をこう話されてやるかみたいな感じだよね多分。そんな感じだよね。間違いない。どういう順番でこう決まってったんで？ちなみに俺はモケさんと水葉さんとナウマンさんと丈太郎さんが今いるって聞かされてて、一番最後。じゃあみんなやってんなら行くかと思って、じゃあ行きますって言ってナウマンさんによろしくお願いしますって挨拶したら、俺まだ入ってないけどみたいな感じで、ちょっと人狼ゲームみたいになってきたな。いや俺もなんか電話じゃなくて普通にメッセージでなんかアイドル興味ないって熱意というよりはそのノリ重視で詰めてこられて、人によって立ち回りが違うのかな。確かに。僕もなんかユニット作るんだけど入れていいみたいなライン入れていいって何？メッセージがプロゲーミングチーム魚群に所属してるからってことだよね。やりたい放題ですね。でも結構唐突に新しいことをやりだす人だと思ってたんで、いいですよって送って決まりましたね。僕も深夜帯ぐらいだったかな、12時ぐらいに社長から電話がかかってきて、なかなかないんですよ電話って。で聞くと本当のアイドルとして先生もつけてみたいなので、なんかそんぐらい本気なんだったら楽しそうだなっていうので、その時のメンバーももう全員揃った状態で言われて、じゃあそんな集まってるんだったら僕も行きます。全員の口からメンバーが揃った状態で俺は誘われたっていう。あれちょっと待って、なんか違うあれ。まあそういうこともありますよ。うまいな。仕事もできるんでしょうね。仕事できるやり方がうまかったんだよね。そしてユニットが結成され、春頃からさや先生によるダンスレッスンがスタートしました。実際皆さんダンスをやってみていかがでしたか？ひどいもんですよね。体普段動かさないような人たちが集まってる中で、ダンスでもそんな中にもなんかちょっと上手いみたいな人いたんじゃないですか？それはもうだって僕たちその日丈太郎さんと直接話したのってそのダンス1回目のダンスレッスンの時だったんですけど、そうなんですね。その時僕ら初めましての後に、
もうその辺でもうブレイクダンスし始めました回り始めてどういうど俺ら僕ダンスめちゃめちゃ好きなんですよ。そうやるのもう3年とか4年ぶりなんで、スタジオに行くと踊りたくなるじゃないですか。ちょっと俺には分かんないけどじゃないですか。そうなんですよ。そうそれで誰とも喋ったことないし。そうだよね。みんながやってるゲームが長太郎さんだけ鉄拳をメインにしてるんだよね。誰とも喋ったことがない。よしブレイクダンスしようとなるんですよ。違う眩しくて見えなかったそん。いやそう太陽だったんですよ。だから僕らの太陽ではあるんですよ、そういう意味では。4月からはダンスレッスンと並行してボイストレーニングも始まりました。後ろの3人がすごい大変そうだったよね。いや本当大変でしたね。声って喉がどう動いてるかどう声出してるかって目で見て分かんないんで感覚なんですよ。目で見えない分難しく感じましたね。呼吸とかなんなら姿勢もそこで姿勢とかそこでも言われましたね。アイドルの大先輩音羽歌について一番最初になんかこうレクチャー受けたりするのっていうのはそういう感じなの？そうですね、やっぱり腹式呼吸、あと筋肉がないとうまく出せないからやっぱ筋トレもしなきゃいけないし、そうなんだ。あとアイドル一番大変なのって多分踊りながら歌うこと。そっかそっか、歌だけ覚えても踊りながら歌うってなるとまた別なんだ。どっからかできるようになったりとか、あれ楽しいかもみたいになってったりした？ダンスゲームとかなんかそういうゲームってあるじゃないですか。なんかゲームとしての楽しみ方みたいな風に変わっていきましたね、だんだん。ゲームとしてゲーマーアイドルっぽい、格ゲーマーアイドルっぽい、その様子をみんなが頑張ってる、3人が頑張ってる様子を2人は。いや俺ら2人は3人が頑張ってる中、昼飯食い行ってラーメラーメン食べて食べログで調べて、この近くになんかめっちゃ星高いラーメンあるから行こうよ。行きましょうっつって。それ煽るような感じになっちゃってるけども、担当が違うからそこはしょうがないなっていうね。煽りだったよね半分ね。すごいね、そこは格ゲーマー文化なんだ。川村龍名義で作曲家編曲家として数々の作品を手掛けてきたミートたけしプロデュースにより、ラウンド5のデビュー曲「七種の勇者」が完成。本格的なスタジオで初めてのレコーディングも経験しました。いやーまあね、緊張したでしょうねこれね。めちゃくちゃ緊張しましたね。あんなスタジオまず入ったことないですし、鏡っていうかガラス越しか、に自分がいろんな人に見られるって経験もしたことないんで、動物園にいる動物みたいな気分になりました。でも分からないでもない。わかります？ガラスの向こうにいる人しかもなんか言ってんすよ。そうなんか言ってるけど聞こえないんだよ。なんか言ってんすけど聞こえないんですよ。でなんかカチカチ言って「いいよ」とか言って「本当か?」とか言って。あるあるある、向こうから OK が出るまで不安っていうね。孤独でしたね、あの場所、あの空間。かもな。楽曲制作したミートさんからなんかここはこういう風にみたいなアドバイスとかあったりしたんじゃないですか？めちゃくちゃありましたね。めっちゃわかりやすかったですよ。ミートたけしと川村龍がマジ完全な別人だよね。別人マジすごいなって。でも両方いてくれたんですよね。なんか僕らは面白い面白い。僕らが緊張しないようにミートたけしで接してくれるんですけど、ガラス越しで話し合ってる時はこうした方がいいと思いますとか言ってる時は川村龍なんですよね。確かに。スタッフさんと話してる時とかすごい空気を明るくしようとしてくれてるんだろうなっていうのはやりやすかったっすよね。やりやすかった。そして鴨野選手と丈太郎選手はラップに挑戦しました。僕たちこれも共通するんですけど、日本語ラップすごい好きで、そうですね。ラップだったらっていうふうにお二人とも折れてやるってなって、英語でイントネーションの「ザ」を「だ」って言いますとか、そういうのからまず一個一個。そして、今回完成したばかりのミュージックビデオを本邦初公開です。はい。でもその前にこの撮影中ね、苦労話なんか絶対あると思うんで、ちょっと聞いてみたいですよね。みんな頑張ってましたよね。自分は正直 DJ なんでそんなに。いやでもなんか決めのところでこう川野君映るあったよね。ありましたありました。他のみんな毎回踊って大体じゃあカットっつって休憩時間になったらモテさんが大体ちょっと恨めしそうな恨んでる感じの目でこっちを見てくるんですよ。それがちょっと気まずかったですね。熱々ってやってなるよね。むずいですよね。まあジャケット脱ぐんですよね。ジャケットだからだろ。一回脱いでって言ったら川野が「いや俺は脱がなくても」いちいち煽ってくんだ。そうもう終わった後にもずっとこうやって見て川野。
はい、ということででは、完成版をご覧いただきましょう。はい、それでは曲紹介をお願いします。はい、ラウンド5で七種の勇者です。どうぞ。これいいよね。なんか始まるぞっていう感じ。マジヒゲ剃るか迷ったんだよな。どういうこと？いやアイドルでヒゲ生えてるなんてまあいないじゃないですか。いいと思いますよ。岡田君ぐらい。見つめるいつもの世界、どの一秒も逃がさない目を凝らして目覚めよこの野生。いや、うまいしね。編み出したタクティック使って宙に貼り付けたよ。窓越し月と太陽交互に顔を出す。今夜も続けよう。ちょっと照れるな。やっぱちょっと気恥ずかしかったですよ。しいな、これ。恥ずかしいですね。まだ慣れない。恥ずかしい。届かない手もかっこいいですね。かっこいいよね。めっちゃかっこいい。かっこいいんだよマジで。かっこいいですよね。転んだら笑って君も僕も話。少なからずセンスの良さは感じるもん。ダンスも。マジ苦しいわ。迷いながら前に進むよ。太陽が。とことん弱くなって何したってどうしたってダメだった時も Nothing can stop, nothing can stop 何度も復活するさ。来た。いいな。ここで切り替わるんだよね。かっこいい。DJ やってんな。見たまま言っただけだよね。部屋で一人天井眺めて明日を思い描く。どこまで行けるだろう。マジ声透き通ってんだな。ファイトファイト立ちはだかってるいくつもの難関 C&C 解き明かしたいよいつかは Love and Love 結構涼しげな感じで踊ってるけど、実は汗かいてますよ。何回も踊りました。何回フルで踊ったっけ？まあ10回ぐらい踊ったよね。すごい。フルなんだ。フルで。めちゃめちゃ踊りましたね。最後の方とか俺膝とかやばいことになってるんですよ。わかるよ。マジで。朝が早かったしね、しかも。僕らは皆完璧じゃない。ゲーム的なボイスエフェクトもまたぽいんだよね。いいですよね。かっこいい。恥ずかしい。こっからです。さあ、来る。ラップ。いや、もうかっこいい。かっこいい。慣れてる。慣れてる。何にも見えなくて暗くたって怖くたって一人だっていいさ Make it happen, make it happen 迷いながら前に進むよ I can get it, you can get it とことん弱くなって何したってどうしたってダメだった時も Nothing can stop, nothing can stop 何度も復活するさ時には熱くなって図に乗って調子こいて間違ったりして Make it happen
よね、めちゃくちゃ皆さん緊張されたって言ってましたけど、一人ずつちゃんとかっこいいアイドルとして存在してて見応えありましたね。いや素晴らしい本当に、最後になるんですけども、ラウンド5が目指すところ、目標聞いていきたいですね。僕たちの MV とかを見てちょっとでも格闘ゲームに興味を持ってもらえて、この MV とかだけでなく大会とか試合とかも気になったらちょっと見てほしいなって気持ちがやっぱありますね。ラウンド5を見ていただいて、格闘ゲームでも興味を持ってもらえるぐらい愛されるアイドルのグループにはしたいですね。はい、いろんな方が格闘ゲームやってくれたら嬉しいですし、僕の目指すところではあります。もともとはプロゲーマー、みんなプロゲーマーで格闘ゲームをやっていて、格闘ゲームをなんでやってるのかっていうと、みんな大好きだからやっている、でその大好きなものを本当にいろんな人に知ってもらいたい、やっぱ自分の好きなものは自慢したいというか、そういう気持ちが誰にでもあると思うので、いろんな人に格闘ゲームの素晴らしさとか伝えていけたら嬉しいなっていうふうに思ってますね。こういった活動でプロゲーマーっていうものを知ってもらって、もともと格闘ゲームを見てくれてる方もまたその僕たちがこうやってプロゲーマーだけど踊ったり歌ってるっていうその新鮮な一面が見れたりして面白いと思うので頑張っていきたいですね。もう本当にいろんな人に、見てもらって格闘ゲームを知ってもらう、好きになってもらうっていうのはもうこの5人を見て、なってもらったらなって思いますし、でその上で、この5人の中でもうモケだけを応援してもらえればなっていうふうに深いよね、僕だけを見てもらえればいいなっていうふうに思ってるので、そういう人間になれるよう頑張りたいなと思ってますね。ということで、このラウンド5の七種の勇者、本日10月29日に楽曲配信、そして YouTube のトパンガチャンネルにて、この格撃さハメ順終了後に MV を配信していきます。ぜひチェックしてみてください。お願いします。お願いします。いや今日いろいろお話できて楽しかったんですけど、やっぱり僕たち本業はプロゲーマーなんで、ちょっと音ハスの前でも、ゲームプレイでもかっこいいぞというところをちょっと見せたいんですよ。見たいです。なので歌広場さん、対戦いいっすか？リード自分でいいけど、俺が勝ったらラウンド5に加入するからね。よろしくお願いします。よっしゃ行けモケ。よろしくお願いします。お前じゃないのか。ラウンド5デビュー曲リリース記念エキシビションマッチ、歌広場順 VS モケ選手。川野くんがやると思ってたんですけどね、あの言い方ね。けしかけられましたよ。でもここでモケくんかっこいいところを見せれば他のメンバーから一歩リードっていうことですから、僕も思いっきり応援する形で飛び込んでいこうかなと、戦っていこうかなと思います。はい、ありがとうございます。ファンの皆さんの応援を胸に力に変えていきたいなと思います。おお、いいアイドルっぽい。入ってるな、なんかもう。じゃあ頑張ってください。はい、始めていきましょう。はい、ワンピー側が、ジュン君これ新しいコスチュームですね。これポッカーっていうパワーストーンというね、カプコンが出していた、アーケードのアクションゲームのコスチュームを身に包んだ。まずはジュンが先手を取りましたが、ここからモケの逆襲始まるか。クラッシュカウンター、そして確認発動ですね。首取りが発動してモケのチャンスになる。投げていく画面端、いい攻めだ。ここはジャンプ逃げていく。しかしカウンターヒット。触り続けるモケに対して、おっときた立ち強キックから新龍拳、竜巻勝利を運んでいきます。投げているのはモケ、ゲージもある。しかしおお投げている。ラッキー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 。されてジュン、歌広場順ラウンド先行。モケさんモケ。いけるよ。声が聞こえないな、みんなの。いけるよ。お、アイドル。声出していこう。みんなの声。さあ慣れてるのだ。モケさん自己車画面足に追い詰めた。竜巻出ている。シャープ両パンチ自動効果されるが V バーから逃げていく。竜巻亀流線に必死だね。しかし昇竜まで返していく。さあ僕大好きだね。必死。落ち着け。このままいけるぞ。決めるか。さあガードの上から V トリガーが発動する。 V シフトは空振りしている。画面足の壁に繋がります。モケのチャンス。 V リバーサルで返すのは歌広場。ジャンプ逃げていく。しかし着地を取られて見えない。あらあらあら。いやー惜スピニしいな。ングミキサーからのアルタイルで返した。これで1対1。愛着バッチリ。今惜しいなって言った誰か。気のせい？こっちはアイドルだ。気のせい今。さあこれでラウンド3ファイナルラウンド。いきますよ。
けるいける。このエキシビションマッチゲージ差ある勝つのはどちらになるでしょうか。うまいぞ。フラッグスピンでの差し返し、ここはおっと V シフトから爆発。そして画面上に入れ上がったのは歌広場潤です。ジャンプで位置を入れ替えました。 EX ゲージの差がありますね。歌広場潤のゲージがかなり溜まってきているが、クラッシュカウンターから歌広さんワールしますよ。ワールガードしている。ナイスガードナイスガードナイスガード。反撃。ナイスガード。コンボ見せれコンボ見せれ。 1ゲージ。ワールきますよ。ワールぞもう1回出ていく。うわ当たっちゃったか。うわあるあるある。やばい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 。あるって何？シリケンあるって中津巻勝利。ボケさんやばい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 。ガードではい技当たれ。ボケさん。いいぞ。さあどうなる。うわーイーグルスパイク。よっしゃ勝ったぞ。よっしゃ勝者模型。ファンのみんなの声が一つになった時力になったなと思います。アイドルっぽいんだよね。まあ試合で負けたのはいいんですけど、僕ちょっと気になってたことがあって、僕の技が決まった時によしっていう声もたまに聞こえてきてですね、これなんか何人かこう裏切り者がいたなっていうので、もちろんラグちゃうかな多分。なんか一人じゃなかった気がする。しかもなのでここからまあねラウンド5としての結束力、チームの絆っていうのが、まあここから試されるんだろうなっていうのはね、そうですね、ちょっと思ったんで、これからがそういう意味でもますます楽しみだなと思いました。はい、いい対戦だったと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで本日も閉店のお時間となりました。はい。ボタスいかがだったでしょうか今日は。とっても楽しかったですし、私本業がアイドルでフィロソフィーのダンスっていうグループに所属してるので、いつかツーマンやりたいなと思って、ツーマンライブ。あとファンの方ってグループ名を結構略称で呼ぶじゃないですか。だからラウンド5ってなんて呼んだらいいんだろうってちょっと気になって。ちょっと今後考えていきましょうよ。気になりますね。やっぱね彼らは格ゲーマー、プロゲーマーとして紹介するっていう機会はすごくあったんですけど、今度アイドルグループとして紹介して、実はプロゲーマーなんですって言っていきたいんで、これからの活動本当注目してます。頑張ってください。ラウンド5の川野をこれからもよろしくお願いいたします。政治家みたいな。格ゲーの大先輩であるハメコさんだったり、アイドルの大先輩だってある音ハスだったり、もうジュンさんなんかね、もう本当頭が上がらないんですけど、ありがとうございます。その前でちょっとこうやってアイドルを紹介していただいたんで、この3人に恥じないように立派に成長していきたいと思います。これからラウンド5を知ってくださる皆さんと、もともとね僕らのことを知ってくださった格ゲーマーの皆さんとかは、面白おかしくネタにしてもらったりとか応援してもらったりとかで、話題にしていただけたらすごい嬉しいなっていうふうに思いますね。僕のことはそんなに押さなくても大丈夫なんで、みんなのことを言ってあげたら僕はそれで幸せなんで。立ち回り変えてきたな。僕はそれで幸せなんで。なんか格闘ゲームのことについてやっぱこういう場では話すことが多かったんですけど、それ以外で話すことがあるんだなっていう、すごい今日は新鮮な気持ちですごい楽しかったです。そうですね、今後はもう格ゲーマー、プロゲーマーとして、またはアイドルとして全力を尽くして頑張っていこうと思ってます。みんな頑張ろうな。よろしく。はい、ということで今夜の格ゲー喫茶ハンメジュンのお客様はラウンド5の皆様でした。またのご来店お待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。次回はストリートファイター5チャンピオンエディション。ガチくん選手とネモ選手がご来店。お楽しみに。